本日はですね、スイッチボット CO2 センサーをレビューしていきます。空気を数値で見える化するというちょっと地味だけど確実に生活の質を上げてくれるガジェット。映像制作や編集、音声収録みたいに空気の質が結果に直結する仕事をしている人にとって実はこれかなり重要な存在なんです。実際に1週間ほど使ってみましたので、どこまで実用的なのか詳しくレビューしていきます。はい、ではまずは外観から見ていきましょう。スイッチボットらしい白くてミニマルなデザインです。派手さは一切なくて、どんな部屋に置いても邪魔になりにくい。正面には大きなディスプレイがありまして、CO2 濃度、温度、湿度、日付や快適度までをまとめて表示してくれます。フォントも視認性が良く、数字の感覚がちょうど良くて、パッと見で今どんな空気なのかがわかる設計になっています。背面には折りたたみ式のスタンドと壁掛け用のフック穴。僕はモニターの横、壁に近い位置に置いています。空調の風が直接当たらず、窓からの直射日光も避けられる。僕の場合、この位置が一番安定して測定できる場所でした。実際に1週間ほど使ってみましたが、初日はほとんどの時間帯で 1100ppm くらいの CO2 濃度ですね。外気が入っている朝方はかなり綺麗な空気ですね。ドアや窓を閉めて作業に集中していると 1200ppm とか、ひどい時には1500、2000近くまで上昇。実際に数字で見てみると、この部屋こんなにこもってたのかと実感しました。そして今回はスイッチボットのハブは特に使っていません。スマートフォンのスイッチボットアプリと Bluetooth の接続だけで運用しています。スマートフォンのスイッチボットアプリを開きますと、温度、湿度、CO2 などのグラフが時間単位、日単位で可視化されます。僕の場合だと午前中から仕事を始めて昼過ぎに集中していたら CO2 が急上昇していた。そういう傾向がしっかりとアプリに残るんですね。アプリの UI もシンプルで、過去のデータをスワイプするだけで確認できるのがめちゃくちゃ快適です。そしてこちらがですね、僕の1週間のログになります。気温や天候、空調の使い方によっても変動していきますが、面白いのは生活リズムが可視化されること。午前中はだいたい400から 500ppm 台で安定。昼過ぎから夜にかけて徐々に上がっていき、換気を忘れてしまった日は 1000ppm を超えてしばらく下がらない。外気を取り入れた瞬間に数値がスッと落ちていくのを見ると、空気って本当に動いているんだなと感じます。僕が一番びっくりしたのが集中力や眠気との関係。 CO2 濃度が上がると明らかに頭が重くなるんですね。逆に窓を開けて換気して700ppm 台になると気持ちもちょっとリセットされる感じになるんですね。この体感の裏付けを数値で見られるのは正直かなり面白いと思います。スイッチボット CO2 センサーの給電方式は USB Type-C と単3電池の両方に対応しています。僕は常に USB 給電で使っています。これはなぜかというと、電池駆動だと測定の間隔が30分に1回行われます。つまりリアルタイム性が大幅に落ちていくんですね。 USB で給電しておけば数秒から数十秒単位で更新されていき、空気の変化をすぐに反映してくれるんですね。しかも USB 給電だとアプリへのログの精度も結構上がるんですよね。このグラフがより細かく滑らかになっていきます。空気の見える化をしっかりとやりたい人は、ここはぜひ USB 接続で使ってみてほしいです。センサーの動作音なんですけども、全くしません。24時間稼働させていても熱も持たずに安定して動いてくれます。撮影中や録音中でもノイズを拾いませんので、撮影機材の近くに置いても問題なし。この静かさはスイッチボット製品の強みだと思います。
はい、ではいい点と気になる点、おすすめの使い方をお伝えして、この動画を締めたいと思います。はい、ではまずはいい点からご紹介していきます。詳しく見たい方は画面を一時停止してチェックしてみてください。画面の表示がシンプルで見やすかったり、スイッチボットのハブなしでも使うことができるのがなかなかいい点だと思いました。他にもですね、無印良品っぽい感じの外観になっていて、オフィスや家庭にも自然に馴染む。置いていても違和感なく使えるのがいい点だと感じました。はい、では一方で気になる部分もいくつかご紹介していきます。CO2 センサーのディスプレイにはバックライト機能がついていませんので、寝室に置いたり部屋の照明を消した場合、ちょっと画面が見えにくいかなっていう時がありました。はい、では僕が感じたベストな使い方は作業ルームの常設モニターです。動画編集、カラーグレーディング、音声収録、どれも集中力と空気の環境がリンクしている仕事。CO2 が上がると無意識にパフォーマンスが落ちる。その前に数値で気づけるというのがこのデバイスの強みだと思います。また、スイッチボットアプリの履歴をもとに換気のルーティンを作るのもおすすめです。毎日午後2時に必ず数値をチェックして換気する。そうやって見えるデータを生活リズムに取り入れると部屋の空気が安定して作業効率も上がります。小さなデバイスですが空気の可視化で環境の意識が変わります。はい、では今回ご紹介したスイッチボット CO2 センサーは空気を可視化するという点において非常に完成度の高い製品です。単体でも十分に実用的で、スマホ連携でここまで見えるのは正直びっくりしました。実際に1週間ほど使ってみて、作業中にちょっと空気が重いなと思った時、デバイスを見るとちゃんと数字が上がってるんですね。なんとなくという感覚がデータでしっかりと裏付けられる。値段は決して安くはないですが、一日中部屋にこもる人や作業効率を上げたい人には間違いなく元が取れる投資だと思います。はい、というわけで今回はスイッチボット CO2 センサーのレビューをお届けしました。参考になったと思ったら高評価やチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。概要欄には商品の詳細を載せておきますので、ぜひそこからチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ゆうでした。